ここは今治市と西条市の境にある営農三条跡です。正確には西条市ということになっています。営農三条は7世紀後半前後、1300年前に築かれた古代山城の一つで、国の史跡に指定されています。この場所は瀬戸内海の要衝である来島海峡を一望できる場所に築かれています。愛媛県唯一の古代山城で、四国でも3カ所、八島城跡、木山城跡しか確認されていない貴重なものです。営農三条は標高 132.4 メートルの山頂を中心として、その山の周囲全周 2.5 キロに城壁を巡らすことによって構築されました。城跡では山の尾根に一列に並ぶ列石や土塁などの遺構を確認することができます。城域内では火事関連遺構、炭置き場、鉄を加工する金床石が確認されました。営農三条内で火事関連遺物のほか土器片が発掘されました。このお城の築城の背景には7世紀後半の東アジアの情勢があります。朝鮮半島では新羅、百済、高句麗の三国が半島の統一を目指し争い、中国では唐が勢力の拡大を図っていました。このような中、唐と新羅が手を組んで百済に攻め込んできた出来事が起こりました。百済は援軍を日本に頼み、日本はこれに応え、朝鮮半島に兵を進めることになりました。それが歴史に名高い白村江の戦い、西暦663年のことです。その結果、百済日本連合軍は唐・新羅連合軍に大敗してしまいました。日本はこの敗戦により、唐や新羅に侵攻される危険性が出てきました。これらの危機に対処するため、西日本の要衝に城を築きました。その一つが営農三条です。ここは西条市にある世田谷区市です。九里封じで有名なお寺です。では営農山上に登ってみます。正面の山が営農山です。水分が必ず必要です。なければここで買っていくことをお勧めします。世田谷区市の向かいに営農山に登る登山口があります。南部の起点となる場所です。ここから200メートル先に南部登り口があります。南部登り口に到着です。営農三条散策マップ、西条市教育委員会発行のパンフレットをここで入手し、見ながら散策すると理解が深まるのでおすすめです。入り口で杖を用意してくださっています。では登山を開始します。登山道はきれいに整備されているので歩きやすいです。ところどころ道案内があるので道に迷うこともないと思います。
南西城壁に向かう道と頂上に向かう道の分岐です。南西城壁に向かいます。南西部城壁。土台となる列石を並べた上に土塁を積み上げ城壁としています。これは敵の侵入を困難にする効果があります。山の周囲全周 2.5 キロに城壁を巡らしています。分岐点に戻ってきました。ここよりおよそ100メートル先にある南部頂上に向かいます。南部頂上。ここで霊能山の地形全体を確認できます。城壁に当たる部分を示します。これより80メートル先にある南東部頂上に向かいます。南東部頂上。ここから西条市を一望できます。天気が良ければ石鎚山が見えます。霊能山の頂上が見える絶景地点です。城壁は尾根の斜面に沿うように巡っています。ここでは当時の城壁が体感できます。城壁の外側から復元された土塁と列石を見学できます。一列に並べた石、列石の上に土を積み上げた壁、土塁を築いています。敵に攻められにくい構造になっています。では80メートル先にある東部頂上に向かいます。この辺りから道が険しくなってきます。暑い時には水分補給を忘れずに。
東部頂上です。城壁を円形から眺めることができます。ここからの島前平野の眺めも素晴らしいです。では、いよいよ永能山山頂に向かいます。ここより150メートル先です。急斜面に注意してください。日陰がなく直射日光を浴びることになります。石材採取の痕跡です。石材採取跡を過ぎるともうすぐ頂上です。山頂 132.4 メートル。山頂からは今治平野、来島海峡を見渡すことができます。山頂から見た硫黄山です。こんな岩山にも城壁、列石は巡らされています。下山します。最後に見事な列石が見れる箇所に向かいます。東側入り口付近の列石です。このように古代の列石が整然と残っているのは貴重な例だと言われています。東側入り口に到着です。それでは永能山編は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。